こんにちは。飛行機を操縦するといっても、どのような装置が搭載されており、それぞれがどのような働きをしているのかご存知ですか？今回は大まかにどのような装置が飛行機には備わっているのかをご紹介します。飛行機を制御するものをフライトコントロールと呼びます。フライトコントロールは大きく分けて2つに分類されます。プライマリーフライトコントロールとセカンダリーフライトコントロールです。プライマリーとセカンダリーの違いはメインかサブかという感じです。飛行機はピッチ、ロール、ヨーの組み合わせで飛行しています。エレロンは主翼に取り付けられており、左右の傾きの動き、別名ロールを制御し、エレベーターは水平尾翼に取り付けられて、機首の上下の動き、別名ピッチを制御し、ラダーは垂直尾翼に取り付けられており、尾翼の左右の動き、別名ヨーを制御しております。これらがプライマリーフライトコントロールズと分類されるものです。これら3つが主に飛行機を制御しているのです。なので、フライトに必ず必要な装置たちです。次に、セカンダリーフライトコントロールズについて見ていきましょう。セカンダリーフライトコントロールズは大きく分けて4つあります。フラップ、リーディングエッジデバイス、スポイラー、トリムシステムです。これらは先ほどの3つのプライマリーフライトコントロールをサポートする役目を持っています。それぞれを写真で見ていきましょう。航空機に乗っていると着陸前に翼の後ろに何やら伸びてくる翼が見られると思います。これがフラップです。着陸態勢に入り機体の速度が落ちてきたらリフトが減少してしまうので、減少したリフトを補うためにフラップで翼の面積を増やしたり向かい角を大きくしてリフトを増してあげる役目を担っているのです。次にリーディングエッジデバイスです。この写真の飛行機の進行方向は左方向です。先ほどのフラップとは逆で翼の前側に取り付けられているものです。左の写真がリーディングエッジデバイスが開いている時で、右側が閉じている状態です。フラップほど伸び縮みはしませんが、気流を変えて飛行機のパフォーマンスを上げたりする役目があります。次にスポイラーです。別名エアブレーキとも呼ばれております。写真の板のように突き出しているものがスポイラーです。着陸した際にもう主翼がリフトを発生してほしくない時に使用し、空気の抵抗でブレーキをかけたり、飛行機を地面に押さえつけたり、翼上面の気流をせき止め、リフトを減少させる役目があります。最後にトリムシステムです。設計や組み立ての時に飛行機がまっすぐ飛ばない時やパワー全開とパワーを絞った時の機体の反応の変化を補正する時に用いられるのがトリムです。コックピットから調整できるものもありますし、地上でセッティングしたらそのままのタイプもあります。この図の場合はエレベーターの後ろに取り付けられており、エレベーターとは逆の動きをします。エレベーターが下がったらトリムタブは上に上がるようにできています。なぜならエレベーターを下げて機種を上げたい時にエレベーターだけでは重たいのです。しかしトリムタブが上に上がることによってトリムタブの上側に当たった気流がトリムタブを下に押し付けようとします。この力がエレベーターを下に押す力の手助けをしてくれるので、パイロットがより少ない力でエレベーターを下げることができるのです。よって尾翼が上がり機首が下がるのです。機首を上げたいときはその逆をするだけです。左下の縦型のボツボツのついた円盤のようなものがコックピット内にあるトリムタブを調節するトリムウィールと呼ばれるものです。これを上方向に回すか下方向に回すかで機首の上下を手助けしてくれます。パイロットはまず自分の飛行したい速度のパワーセッティングと飛行機の体勢を作ります。そして操縦桿を引く力を要求しているのか、押さえつける力を要求しているのかを手で感じ取ります。その力を和らげてあげる方向にトリムウィールを回し補助をしてもらうのです。機首が下がり気味だと思ったらトリムウィールを下向きに回し上げると機首上げの力になり、逆に回すと下向きの力になります。トリムウィールの左側の白いバーが自分がどのくらいトリムを移動させたのか確認できます。これは地上でセッティングしたらコックピットからはコントロールできないタイプのトリムタブです。正確にはグランドアジャスタボータブと呼ばれます。プロペラ機などではプロペラがかき出した空気が垂直尾翼に左側にぶつかり、垂直尾翼を右側に押し付けます。これによって機首は自動的に左に向いてしまうのです。この現象を和らげるために、この三角のタブがあらかじめ進行方向に向かって左側に曲げて取り付けられているのです。これによってタブの左側により多くの気流が当たり、ラダーを右に少しだけ押し付けます。ラダーが右に動くことによって尾翼全体では左側に動こうという力が働き、結果機首は右側に動く力が得られます。このタブの曲げ具合で飛行機の左側に当たる風とバランスが取れ、飛行機はまっすぐに飛行することが可能になるのです。青、緑、赤で色付けされたところにトリムタブは取り付けられます。全部取り付けられるものもあれば、一つだけしかないなど、機種によって変わってくるのです。自分の乗る飛行機はどこにどのようなトリムタブが付いているのか確認すると飛行が楽になります。以上、飛行機を制御するフライトコントロールの分類についてでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。